これはね、昨日仕入れてきた森田さんのペチュニアディーバっていう種類ですね。それのシルバーです。でそんなに、品種名はありますけど、そんなにプレミアムのペチュニアではないんですけども、とっても色が綺麗なので、単色なので買ってきました。ペチュニアみたいなお花はね、いろんな色が入ってるカゴの方が人気があってみんな買うんですけども、単色だとね売りにくいっていうのもあるし、数が多いので、少しの数小ロットでたくさんの品種を揃えたいっていうのが、気持ちとしてはあるので、あんまり人気がないんです、こういう単色のカゴっていうのは。それなのでお値段もすごく安く仕入れてきました。でなんで仕入れてきたかというと、ハンギングを作りたかったから、ね、この色のハンギングすごく綺麗なんじゃないかなと思って、それで伊藤商事のハンギングに作ってみます。でこれオンリーでいくか、ちょっとグリーンを入れるか今考え中ですけども、でなんでこの苗を買ってきたかというと、森田さんの苗はすごくいいんですけども、このね高さがないんですよ。でこれだけ花つきがいいっていうことは、これ切り戻してあるはずなんですね。なので仕入れてから切り戻すっていうひと手間がもう省略されて、もう十分花がつくような株になってる、ね、こんな高さでこんなにいっぱいつぼみが出てる、いい株ですよね。さすが森田さん。なのでこれでちょっと作っていきます。今日は7月並みの暑さになるって言ってますから、もう本当にね、暑さっていうのは油断ができない。もう夏のつもりでやった方がいいですね。まず真ん中から入れます。真ん中は一番下まで。もうね、全部ボリュームがある株を植えていきたいと思います。アイビー入れるかな。昨日末っ子がね、車を貸してって言ってきたんですよ、今日明日で。うちのエブリっていうのは軽貨物なので1日保険っていうのが入れないんですね。それでうちの息子はなんか車で事故を起こしたので、もう保険がすごく心配で、保険は私の車なんで私一人だけにしかかかってないんです。で保険が入ってない車はサーキットに行きたいって言うんですね。サーキットに行きたくて、でも1年前から準備して予約して楽しみにしてたのに、それで友達が足になって連れてってくれてるって言ってたのが都合が悪くなっちゃった。で私のポンコツエブリにね、バイクを積んで行きたいから貸してくれって言うんですよ。でって言って、保険はどうすんので、家族限定の、同居の息子とかっていうので入れることはできるから、じゃあ保険入るならね貸してもいいよって言ったら、なんか今変な車があって、それの名義変更してもうすぐ自分のものになるから保険はねって言って、それで結局話はそこで終わりで、今日いないから、で私のエブリもあるので誰かに連れてってもらったのかもしれない。でもね、車の保険とかって大丈夫でしょうと思って行っても、事故ったらもう本当に
前回100万円パッとなくなるぐらいの事故だったんだけど、車の保険事故で100万で済むなんて御の字ですよね。それなのに無保険で車貸してとか言ってくる末っ子の気が知れない。全くね、20歳過ぎても心配はつきません。やっぱりこのペチュニアだけで大丈夫そうですね。よし、これで何個入れたかな。 1,2,3,4,5,6,7,8 これで8個です。9、10、11、やっぱり11個ですね。私の作るこのハンギングはもう基本11個。ここにもうちょっとオルトランを入れます。今オルトランのコマーシャルとかもやり始めて、虫がね暑くなると出てくるから、ここで仕事してると蚊に刺されるのは当たり前なんですけど、たまにブヨに刺されたりして、ものすごく腫れてものすごくかゆくて、すごいなんか足回りとかがもう足首がなくなるっていうんですかね、すごいパンパンに腫れちゃったりするんですよね。だから本当虫は油断できない。夏がいいんだけど、虫さえいなければ、あんまり暑くなければ勝手なこと言いますよね。外で仕事してて汗がだらだら自然に垂れてくると、暑くなったなと思いますね。こういうのこっち側にちょっと長い、こういうのを手前に垂らすと、てっぺんはいい感じ。こうやってちょっと膨らんでる こっち側を手前に垂らす。で、中でも一番ボリュームのあるのを植えたい。花がいっぱいついてるやつ。お花屋さんでね、お花を選ぶ時なんかは一番手前からおとなしく取る、手前取りとか言ってないで、いい株を選んだ方がいいですよ。別にポットから出して上から下まで眺めてたりすると嫌がられるけど、出してみるぐらいのことはね、別にお花屋さんも文句言いませんから。私は文句言いません。で、いいのを選んで買った方がいいです。出したら戻しといてもらったらね、ありがたいですけど。で、ワイヤーで固定します。ワイヤーで固定するとね、上にちょっとしたことですけど、女の人なんか髪の毛をこう言う時にね、U字ピン使ったりすると思うけど、それと一緒です。ここでしっかり下の土に食い込んでくれるから、こうやってスポッと抜けなくなる。それで宅急便の輸送に耐えてもらいます。このハンギングバスケットよりもちょびっとこんもりしちゃうんだけど、ここからね。だけどそういうもんなので、自分で作る時に失敗したとか思わずに、このぐらい出てて大丈夫です。こんなもんかな。ちょっとかけてみますね。どうだろう。先に見ます。悪くない。もうカメラいじるときには必ず拭くというね、そういうことを決めました。高いからまたすぐ壊れちゃったら嫌だからね。イーバのシルバー、すごく可愛い色ですよね。
風が吹いてるけど、こんな感じ。あ、かわいい。これはいけるんじゃないかしら。こんな感じ。下から見て、上から見て、ペチュニアの11個植え付けたハンギングバスケットです。爽やかで夏の暑い時にね、こういうのあるとこう涼やかでいいんじゃないでしょうか。これは販売します。ヤフオクで2500円かな。続いては園芸作業です。昨日仕入れてきた栄養系のバーベナと、あとペチュニア極小輪のコンペイトウっていうやつなんですけども、これがちゃんとどんなもんなのか初めてなので、これね6号ポットに1株ずつ植えてみます。栄養系のものっていうのはこう間違いがないっていうか、期待を裏切らないので絶対大丈夫だと思うんですけども、でもね、絶対大丈夫だと思うっていうのと絶対大丈夫っていうのは違うから植えてみます。この色が可愛い。コンパクトで乱れにくい。ピンクパフェなんかもそうなんだけど、普通のバーベナって跡がだらしないっていうか、やっぱブランドのバーベナと違うんですよね。だからこういうやつはこう一株で1ポットで植えて、十分こう見応えのある株に育つと思います。でコンパクトで乱れにくいっていうので、そこら辺も期待します。これがね、今これから成長期なのであっという間に大きくなるんじゃないかなと思います。汚いのをもう取っちゃってね、ここら辺も取ってもいいんだけど、こんな子が咲いてるよっていうのでちょっとつけときます。これがどうなることやら期待します。各色ね、このレッドシェードとパープルレッド、これそれぞれ10個ずつあって、それでね8個ネットに出して2個植えちゃうから、もう余分が一つもないです。パクられたらどうしよう。あんまり盗まれないんですけどね。ちょっと後ろにしまっときます。いい感じになりそうな予感しかしない。私はこっちの色の方が好きだった。で隣のおじさんがこっちの色を買って20個ずつ入ってたので半分こしました。お花屋さんもね、大手のお花屋さんは一塊で買っていけるけど、やっぱりね切り花とかも100本200本単位とかで競りにかけられるのでちょっと多いんですよね。小さいお店だと黄色い菊が100本とか白い小菊が200本とかね、それよりは赤と白と黄色と100本ずつの方がいいじゃないですか。だからね、お花屋さん同士でもちょっと分け合いながら仕入れたりしてます。市場もね、なんかバラなんかを売る時なんかも、なんだろうな、一つの品種を11個組で売ったりとかするんですよね。バラ聖火とか、オリンピックのね聖火っていうお花を11個組で売ったりする。そういうのが品種によって全部
11個ずつ売るんだけど、それを混合にすればいいのにっていつも思いますね。だって正直ね、バラの専門店じゃないんだから、バラの4号苗場をね、同じ品種ばっかり11個もあったって売り切れないですよ。うちなんかは今までは全部混合のつるバラ買ってきたけど、全部は売れなかった。で残ったバラは鉢増しして今育ててますけど、いろんな品種が入ってたって売れ残るんだからね。同じバラ11個はちょっと厳しい。そういうことでね、なかなか仕入れも難しいし、そういう時に仲良しのお花屋さんと分け合えるとすごくいいんですね。11個のって434で入ってるから、3人ぐらいで分けするとね、いいんじゃないでしょうか。これがバーベナね、栄養系のバーベナ。次はこう見るのかな、コンペイトペチュニアシリーズ。和のイメージのごく小輪の花がたくさん咲きます。見て、こんなの。もはやペチュニアには見えない。なんか切るのももったいないけど、切るかな。切り始めればね、思いっきりれるんでね、切りました。そしてちょっと蒸れそうなところの黄色い葉っぱとかを取ります。これで少しね、大きくなったらどうなるだろうか。これは24個入りかな、買ってきたのは。ヤフオク個人だと9個までしか出せないので9個出してます。これはね、本当は440円、希望価格450円かだったんだけど、上から競り場から見るとね、あまりに地味でね、よく分かんなかったんですよ。だからね、誰も買わなくって、で競り人もね諦めて下げちゃって、そして私が買いました。栄養系ペチュニア440円と思ってた割にはすごく安かった。ありえないほど安かった。なんかね、川越の市場になんか営業さんがいたんですよ。その人がね、2月3月ぐらいに静かにいなくなった。挨拶もなしに。どっかで挨拶したのかもしれないけど、それでLINE が来てたんですね。お花の営業の何々が入りますよって、山下フラワーズのが入りますよとか、それがね一切来なくなった。だから園芸の営業がなくなりました。でこっちのコンペイトは切り戻さないで植えてみます。乱れちゃうかな。こういうのって急がば回れでね、最初切った方がいいとは思うんだけど、実験です。こっちが切った株、こっちが切ってない株。さあどうなるでしょうね。これ楽しみです。であと今日はね、もう一個作業がやりたくて、何をやりたいかというと、ペチュニアの切り戻し。でペチュニアの苗ってね、こういうのが理想なんですけど、ほら見て、伸びてるでしょ。でこれを
こういう株にしたいんです。なので切ります。このぐらいね。でペチュニアのアソートって言っていろんな色が入ってるので買ってくるんだけど、こういう感じで伸びていくと、これかびちゃったね。傷んできちゃうのも出てくる。これで大きい葉っぱも取ってというお手入れを全部やりたい。ほら、こんなまばらなんですもの。で背高くない状態で花が咲いてくれたらハンギングとかに使えるんですね。いい色を選んで買ってきてるので無駄にしたくない。このぐらいまで切っちゃう。こうやって見るとね、この黄色いペチュニアってすごく暴れる感じ。切り戻して植えてあげるまでやればね、いいんでしょうけど、ポットのままで切るのにとりあえず専念します。ほら、これもすごい伸びちゃってる。ここまで伸びるにも体力を使うので、伸びる前に切ってあげた方がいいんですけどね。この黒いポットのこの延長線上に切って切るといいと思います。こんな感じ。そうすると迷いなく切れる。で、大きい葉っぱを取ってあげると、この大きい葉っぱの付け根あたりにね、ちっちゃい新芽が出てますから、こういうの昨日はもうね、午後集荷が終わってからだったから3時過ぎじゃないな、ちょっと遅れて4時過ぎかな。時間指定より遅れてごめんねって言ってヤマトがパソコンを持ってきて、それからセッティング、大変だった。もうなんかドキドキしちゃって、セットアップって大変ですね。もうそういうのは旦那がやってくれるからとかね、そういう環境にないので、息子とかもね、塩対応でね、もうなんか20歳ぐらいの子っていうのはデジタルネイティブっていうか、パソコンでもスマホでもなんかできちゃう。でも私なんかだとなんか何言ってんだかさっぱりわかんないっていうことが多いんですね。それで大変、もう最初から最後まで大変だったんだけど、何が大変だったかな。純不動で言うと、パソコンに SD カードを読み込む口がない。それで私のこのカメラね、このカメラは昔ながらの SD カードなので、なんかケーブルでつなげばいいのかなと思ってケーブルつないでみたんだけど、うんともすんとも言わないので、妹に LINE したら、カードリーダーっていうのを売ってるからって言われて、ヤマデンに買いに行った。そんな高いもんでね。で、ヤマデンに買いに行ったら、ヤマデンの店員さんがね、すごく塩対応。私がパソコンの説明書っていうか保証書みたいなのと、その SD カードの現物を持って行って、このパソコンでこの SD カードの入れる口がないから、これを読み込みたいからカードリーダーが欲しいんですって言ったら案内してくれて、ここから好きなの選べて、信用できるやつがいいんですって言ったら、日本製だからこれは大丈夫ですよって言われて、でこれはとか言って質問してたらね、もうなんかそれは外国製だからダメだってみたいなね、なんかね、すごい冷たい感じのお兄ちゃんでした。親切な店員さんがいい。分かんないから聞いてんのに。それでカードリーダー買ってきて読んでみたら読み込めた。それはクリア。あとはね、なんだろうな、マイクロソフトの
なんかアカウントとかね、アカウントの統合とか、あとマカフィーが入んないし、フィモーラもね使ってた永久ライセンスみたいなのを買っているので、マカフィーなんてマカフィーじゃないよ、フィモーラなんて1万円ぐらいだから、最悪買っちゃってもいいかなと思ったんだけど、永久ライセンスでもう持ってるから、それをねちゃんと写さないと変な透かしが入っちゃうんですよ、ダサい画像に、動画にフィモーラなんとかかんとかいくらですみたいなで、ちゃんとお金払ってると透かしが入んないんだけど、それもね、まず古いパソコンのフィモーラを削除してくださいっていうわけ。携帯で言えばアプリみたいな、それを削除してくれ。これ本当に削除していいの？削除したらなんか消えちゃわないとか、そういうのがねいちいち不安でも結局削除したんだけど、パソコンからフィモーラを削除ってどうやるの？そういうのもいちいち調べながら、もう本当もうね、なんか隣で相談できる人とかいればねいいんだけど、一人で決断しながらやっていくのがねすごくおっかない。怖いとか思いながらやってました。そんで純駆動ね、Wi-Fi がつながらないで、 Wi-Fi が不安定ですとかこの Wi-Fi が怪しいですとか出てきちゃって、秒で途切れちゃうで、コンセントを抜いて挿したりしてね、そうするとつながったりとか、なんだよこれと思いながら、でもうね、長男なんかは冷たいんですよ。できないんだったらやるなみたいなタイプだから。でその長男に恐るね、うちの Wi-Fi があんまり良くないとかって言ってたよねって電話したら、新しくしたやつのがあるからそれ使えって言われて、私が入れてたのはどうやらその前に使ってた古い Wi-Fi の番号を入れてた。その1129とかそういうやつって、そっちは古いとか言われて、でそんなのないよ、探せばあるとかで探して、これって写メを送ったらそれって言われて、それでそれの暗証番号を入れたら快適なネット環境が整った。それで前のパソコンが壊れた時に出てきた回復キーを入力してくださいって言われて、回復キーが分かんなくて、それでダメだったんだけど、そうだと思って、回復キーってどこにあるんだろうこの新しいパソコンのっていうのを探してね、もう探して回復キーを写真に撮りました。もうなんか携帯の写真って何かどっかで保存されるから消えないだろうと思って、もう深いため息が出るぐらいくたびれた。もう全部終わって髪を染めました。もう気分転換に。10日ぐらいね YouTube 出せなかったんだけど、そのカメラがダメで変な画像っていうか変な画質でね上げるよりいいだろうと思ってしばらく中断してたんです。これから頑張ります。これ水あげてこのまんまちょっとほったらかしにしとこうかな。これが一重のペチュニアでね、これがちょっと前に同じように切り戻した八重のペチュニア。こういうところがずいぶん切ったんだけど、ここ切ったところから新芽がねどんどん育ってるんです。まだつぼみはダメね。こういう低い位置で咲いてほしくて、売れなかったやつとかはみんな切り戻します。でもこの苗のまんまで何回も切り戻しててもダメだと思うんで、これが伸びてきたらちょっとね植えます。きっと綺麗にね植わると思うんですよ。咲き加減が良くなると。
この緑のペチュニアこのまんまだとねつまんないけど、まああと10日もすればつぼみが上がってきますね。さて今日はね、高校の時の部活動の一緒だった子たちと40年ぶりぐらいに会うんです。だからちょっと浮き足立ってるんです。これから支度して池袋に行ってきます。楽しみだ。